この、いかにも怪しい服装の女の子は、詐欺師のピラ、偽造貨幣による国家転覆を図るも、前作主人公のスノーキーが離反、指名手配の身となる。路頭に迷っていたところ、黒曜石の有族、キディアンと出会う。ピラの持つ錬金術の力で、綺麗な宝石に変えてほしい。相手にしないピラだったが、次元大衝突とエリアスフロンティアで稼いだ宝石を見せると態度は一変。こう見えて相当の手だれらしい。いいカモができたと大喜びする。詐欺師らしく、キディアンを騙すことに成功するが、なんと、報酬はガラクタだった。仕事先が砂糖大好き妖精国だったため、高級なアメちゃんだったかもしれないが、図らずも騙し返す形となった。悔しがる中、ピラは一枚の置き手紙を見つける。キディアンの真摯な思いが綴られる中、宝石の名を冠する遊族の中で、自分だけが黒くくすんでいることに劣等感を抱いていたこと、大鉄鋼が愚者の黄金と呼ばれ、変わりたいと願った過去の自分と重なり、錬金術師として、キディアン変身プロジェクトを再スタートする。電気分解から妖怪液、溶岩遊泳など、あらゆる錬金術を試みる。しかし、黒曜石の主成分はガラス。何をしても無傷だった。そこで自分の錬金術の原点である魔法図書館に行くことにする。監視の目をかいくぐり、なんとか目的の書物にたどり着くも、謎の生き物からなんかすっごい攻撃を受け、一度図書館を後にする。実は、今回入館できたのは偶然、ツイン族のモモトルポが暴れていたタイミングだった。頼みの綱が断たれ、岐路に立つしかないピラだった。魔法図書館から帰ってきたところで、ついに遊族の長田屋に居場所を突き止められてしまう。誤解があると必死に止めるキディアン。たしなめるダヤだったが、生まれが違う私たちに心から分かり合える日は来ないと一周する。かつて遊族トップ層で争った二人。ぶっ壊れスキルで属性シナジーさえ無視して傭兵として活躍するキディアン、VS、最強の属性純粋属性でコアディーラーを務めるダヤ。最強二人の、一触即発の危機だったが、キディアンを何一つ変えることができなかった上、解決方法の糸口さえなくなってしまったピラは、疲れたと言い残し、自ら出頭する。後日、キディアンが教団を訪れると、ピラは愚痴を言いながら掃除をしていた。昼間は教団への奉仕、夜は牢屋で寝泊まり、洋館の差し入れもあるなど、悪くない生活を送っているようだ。しかし、通過偽造という無条件3年の重罪に対し、反省が認められ減刑されたってことはなく普通にめちゃくちゃ怒ってたのでこの待遇はあまりにも優しすぎるとキディアンに尋ねると、全財産を教団に寄付したと判明。ピラにチャンスを与えてほしいと教主に話を持ちかけたという。泣き崩れるピラに、お金はまた稼げばいい。かつてピラが騙すために放った言葉をキディアンが返す。二人でならお互いの不足を埋め合える。キディアンが友達になろうと申し出て、物語は幕を閉じる。